アクションゲーム制作エフェクト編。今回は攻撃やダメージにエフェクトを追加して演出を一段階レベルアップさせていきます。攻撃ヒット時のエフェクト、敵の消滅エフェクトなど見栄えが大きく変わる要素を実装していきます。マイアセットに追加するを押します。医療規約を同意します。ユニティで開くを押します。ダウンロードします。インポートします。マイアセットに追加するを押します。医療規約を同意します。ユニティで開くを押します。ダウンロードします。インポートします。右手、武器を外から設定できるようにします。武器を右手につける。右手の参照を設定。武器の参照を設定。確認します。右手に武器を持つようになりました。シングルトン定義します。事態を取得します。エフェクトの参照を取得。エフェクトを生成します。2秒後に消します。参照を追加できるようにします。ヒットの参照を登録します。死亡の参照を登録します。ダメージの参照を登録します。エフェクト、トレイルを選択。動かしてみましょう。生存時間を設定します。色の設定を行います。アルファの設定を行います。色を設定します。動かしてみましょう。マテリアルズを設定します。デフォルトラインを設定します。動かしてみましょう。幅を設定します。動かしてみましょう。プレファブ化します。
削除します。武器を開きます。先ほど作成したものをつけます。位置調整を行います。確認してみます。引いた時にも表示されているので、見栄えが良くないですね。エフェクトを取得するようにします。アニメーションイベント関数を用意して、エフェクトをオフするようにします。アニメーションデータを開きます。引くタイミングを確認。イベントを追加します。関数名を書きます。確認します。想像通りにできました。ダメージエフェクトを表示させます。ヒットエフェクトを表示させます。死亡エフェクトを表示させます。攻撃が当たった瞬間にエフェクトを生成します。位置は当たった場所を使うと自然に見えます。敵が倒れた瞬間にエフェクトを発生させるとゲームの気持ちよさが一気に上がります。最後に敵オブジェクトを破棄します。エフェクトは派手すぎるより短くキレがある方がアクションゲームでは気持ちよく見えます。次回はダメージ数字のポップアップを作ってより爽快感を出していきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。